やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ローズセルサの、遠山、他に、ディスタントマウンテン、はるかな山、などの呼び名がある、はらかな山は実際にパッケージに書かれている表記なんだけど、今回は遠山で統一させてもらおう。このヘッドホンは、ほどほどの価格に、しっかりとした質感を持たせ、レトロな雰囲気を出しつつ、しっかりと品質面も追求した、ビジュアルと音質、実用性を、大変高いレベルで成立させたモデルとなる。ドライバのサイズは、フルサイズのかさばるヘッドホンと同じ、40mm。この見た目のほぼ全てが、ドライバの振動板と同じ、という、イヤホンでいうところの、インイヤー、イントラコン化を、耳の外に配置して、そのままドライバをでかくしたような構造だ。過去のヘッドホンは、インナーイヤー型より前に成立したんだけど、過去の小型ヘッドホンの構造をそのまま引っ張ってきている、現在となっては珍しい構造のヘッドホンとなっている。過去、といっても平成の初期くらいまでなので、その当時の製品を知っていると、このタイプの構造のヘッドホンは、非常に音が軽く、シャカシャカした音がする、と考えている人は多くないだろうか？現在の耳のせタイプは全くそんなことはなく、開放感と、しっかり開放型の範疇で量感の伴った、何にでも使える、優しい音もこなせるサウンドに進化しているぞ。最初に弱点を話しちゃおうか。このヘッドホンで、弱点になる点。というか、人によって弱点と感じるかもしれないポイントは2つ。個人的には、どちらもむしろ有利なポイントだと思うけどな。5つ目。ポータブルヘッドホンに分類されるサイズ感なんだけど、スイベルなど、コンパクトに持ち運ぶための工夫はガン無視だ。なので、カバンに薄く収納したり、小さくして収納したり、といった選択肢は全く用意されない。一方で、折りたたみ機構を採用しなかったことで、デザインはよりシンプルにまとまっているし、それから、堅牢性が非常に高い。大体のものは可動部を増やせば増やすほど壊れやすくなっていくのだ。それから、遮音性が全くない。これは、開放型だから当たり前ではあるんだけど、スポンジ部分からもろに音が飛び出すし、ご丁寧にハウジングも穴だらけ。現在の一般的なノイズキャンセリング機能付きの密閉型ヘッドホンとは、真逆の思想で作られている。バスの中とかで音楽を流したりしたら、白い目で見られること間違いなしだ。ただ、外部の音が聞こえやすく、また、自分の喋る音が自分の頭に戻ってくることが少ないので、通話用や、周囲の音を確認しながら使いたい時に便利。また、音が逃げるということは空気も逃げるということ。このヘッドホンは軽い装着感を実現しているが、その体感のうち、かなりの部分を通気性が良い、というところも担っている。耳が塞がれず、側圧も許容範囲内なので、ちょっと暑くなった時期にも、快適に使うことができるぞ。コンパクトにまとまっていて、3.5mm ジャックが使用できないので、MMCX でのリケーブルに対応している。できれば2ピンの方が、現環境では汎用性が高いものの、リケーブルが簡単にできるのは、長く使う上で重要な要素の一つだ。耳のクッションパッドは、合成革のものに比べて、ボロボロ崩れるのは早いんだけど、一般的でネットを探せばすぐに手に入るパーツ。しかも、合成革のものよりも安い。また、頭のバンドに巻かれた革素材は、どうやら合成革ではなく、羊のものが使われているそうな。合成革は加水分解が起きて、劣化することが多いが、完全な革製であれば、ヘッドバンドでの利用なら、より長寿命に使えるだろう。レトロを追求した結果、より壊れにくいものができるのは、なんだか皮肉な感じもするけどな。装着感は側圧が強くなく、僕みたいに頭の大きい人間でも、全く問題なく使うことができる。見た目倒しではなく、実際に使ってみて、バランスの良さや、小さいからこその良さを味わうことができるはずだ。じゃ、実際に音質の話をしようか。本機はドライバサイズで大型モデルに劣らない、40mm のものを採用しているんだけど、これがこの手のスポンジで耳に乗せるヘッドホンとして、どんな効果をもたらしているのかというと、ドライバサイズはやはり正義。通所の小型タイプと比べて、かなり自然なバランスで音が出せるようになっている。本機は、インナーイヤーの仕組みをそのままでかくしたような、耳の寸前に置くことのできるドライバの最大値を追求したような設計になっているんだけど、通常、このタイプは、特に平成の初期に流行した、耳掛け型ヘッドホンと言われるタイプによく採用されている、28mm 程度のドライバが採用されることが多い。今回は、なんと 40mm、かなり大きなアドバンテージが確保できていることがわかるんじゃないかな。で、このアドバンテージがどんな風に効いているのかというと、高音域が頑張りすぎない、中音域が丁寧、そして、開放型でいつも弱点になりうる、小型ドライバでは低音域が出ずに拡散してしまう問題を解決する。本機はより耳に近く、自然な音が出てくれる開放型で、他の密閉型に比べて低音成分が強すぎないので、ボーカルなどを重視したサウンドで特に効力を発揮する。
もちろん、ズンズン重低音が鳴ってほしいシチュエーションなど、構造的に苦手な部分もあるものの、ほとんどの楽曲に違和感なく対応できる点が特色だ。このタイプのヘッドホンは、レトロタイプをリスペクトした、外観重視の商品だと、どうしても、音質に制限がかかることが多く、本作のように、気軽に、かつ実用的に使える機種は少ない。じゃあ、昔から生き残ってる機種はどうなのかというと、こちらはこちらで、音質はしっかりと生き残っているだけのことはあるものの、実際の量販されているレトロヘッドホンは、構造的に弱点があることが多く、あまり頑丈でないのも現実だ。本機を見て、レトロデザインでない、洗練されていない、安っぽい、などなど、そんな感想を抱く人はいないと思うけれど、がっちりと全体に金属部品が使われていて堅牢で、レトロヘッドホンの破壊の起点になりやすい、本体とクッションパッドの接続点の動きなどがないため、非常に頑丈に作られているのがわかる。加えて、この手のヘッドホンの寿命の原因で、一番最初に壊れやすいケーブルには交換の選択肢が用意されていて、部品はいずれも交換可能か、長期間使ってもダメになりにくい素材が選ばれている。レトロヘッドホンの皮をかぶった、実用タフヘッドホンなんじゃないか、ってくらい無駄な可動部がないし、部品選びが良いぞ。音質を整理してみていこうか。高音域から。開放型でドライバ部分の小さなヘッドホンは、音がシャカシャカと軽くなって、割れやすい印象があると思うんだけど、遠山では完全に解決している。あくまで遠山は大型の 40mm ダイナミックドライバーを使用したヘッドホンなので、自然かつ、開放度が広い、押し付けてこない高音域が楽しめるぞ。ボーカルはかなり優秀だと思う。このタイプの開放型の魅力の一つなんだけど、大きめのドライバーと近い位置のおかげで、自然かつはっきりしていて、妙に近くない音が楽しめるぞ。音色の音量のバランスも適正なので、ボーカルがメインの曲を楽しむのにも向いているな。低音域は、開放型なので、特にサブベース帯で制限を受けるものの、十分に量感があり、どのような曲でも、乾いてパサパサな表現にはならないはず。また、誇張されている感じもしないので、自然で、低音以外の部分に目を向けたい人に向いているな。そして、空間表現。これは、開放型なので言わずもがな。ただし、大型の開放型ヘッドホンと比べて、本当に耳にドライバーを押し付けるような装着になるので、どちらかというとインナーイヤー型に近いような感覚の空間表現を聞くことになる。とはいえ、やはり開放型なので、自然な距離感は保たれていて、また、ドライバーが大きめなので、他の耳乗せタイプより、自然なベースとサブベースが楽しめるぞ。というわけで、ローズセルサ遠山は、実用的かつ、おしゃれで、なおかつ堅牢な上に、音質面でも、28mm クラスの同価格帯ライバルを圧倒できる。唯一それらに劣る点は折りたたみができないこと。しかし、折りたたみ不可になったことで、より堅牢になっていて、こちらの方を求めていた、という人は多そうだ。旅行には向かないけれど、ちょっと遠くにお買い物。くらいの用途だと、すべてが求めていたものに見えるくらい、最適なヘッドホンなんじゃないかな？いつも使っているヘッドホンより、ちょっとだけライトな機種が欲しいな、という人に、ぜひおすすめしたいぞ。といったところで今回はここまで、一気に寒くなったので、体調に気をつけつつ音楽でも聴こうか。